いやー、参っちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。イェイイェイイェイ。仏法は体のごとし、世間は影のごとし、体曲がれば影斜めなり。皆さんこんにちは。今日は日蓮大聖人のこの有名な御書の一節を皆さんにご紹介してみました。大聖人は何かを例えるのがとても上手な方なので、本体が曲がれば影も斜めになりますよ。この一節も当たり前のように見えるので、すぐ分かったつもりになってしまいますが、実際の自分の生活の中に当てはめてこれを理解し実践するのはとても難しいのです。なぜなら、例えば自分の影が曲がっているということは、その本体、自分の体が曲がっているんだとそこで気づける人は実は少ないからです。例えば人間関係で悩んでいたとします。なんでこの人はいつもこうなんだろう。なんでいつもこんなことを言うんだろう。そばにいてイライラする正当な理由がいくらでも上がるので、ついつい相手がどうかというところだけを見てしまいがちです。相手がいいか悪いかということ以上に見ていかないといけないことは、それで自分の悩みや苦しみとして上がってくる自分の影の方を見過ごしてしまいがちになるというところなのです。相手によって自分が大丈夫な時と大丈夫じゃない時があるように、ありとあらゆる様々なきっかけ、縁となるものに触れていく中で、自分の本体がこの縁が来たら必ず曲がるという因を持っているという見方です。初めて聞く方には感覚的には難しいかもしれませんが、自分が苦しむ、自分が辛いというように出てきた結果があるということは、その縁に対し苦しみとして出す因が自分の中に潜んでいると捉えるのです。苦しむ因があるから、その縁に触れると自分の苦しみとして姿形にその本体の影として現れてくると見るのです。例えば結婚相手がギャンブルやお酒を飲みすぎる、そんな相手の姿、悪いところ、直していかなければいけないところははっきり見えます。しかしそういう相手の隣にいて苦しんでいるという自分の側の自分の本体の中にもその縁に対しての因を持っているんだという点はなかなかわからない。友人、同僚、夫婦、嫁姑、自分がなぜこの部分で苦しむんだろう。苦しんでいる自分の姿は影となって目に見えるし、縁となった出来事も目に見えます。しかし影が見えても本体は見えないのです。だから出来事だけを、苦しみだけを切り取ろうとしても、命として曲がる本体を持つ自分そのものからは逃げることができない。だから同じような出来事で同じようにいつも苦しんでしまう。この本体と影、体曲がれば影斜めなり。私たちの信仰の基本は、自分の苦しみを、自分の影を動かすのは自分しかいないのだとまず知り、根本的には自分の命を変革していかないといけないことに気づくことから始まるのです。自分を動かせるのは自分自身しかいないということなのです。池田先生の話にたびたび登場する戸田先生のこんなご指導を一緒に見ていきましょう。シャドウ、シャドウ、シャドウ。戸田先生はよく言われていた。わかることより変わることだと。たとえ八幡法蔵がわかったとしても、自分が人間革命しなければ何にもならない。わかることより変わること。わかるだけでは自分の影は動かないからです。
自分の苦しみを、自分の影をどんなに見つめたところで、自分がじっとしていれば影もじっと動かない。自分が動かない限り自分の影は動いていかない。あなたを動かせるのはあなた自身しかいないということなのです。体曲がれば影斜めなり。今回は大聖人の有名な御書の一節をご紹介してみました。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。